自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。今回ご紹介するのはリクルートで多くの新規事業の起案に関わり、現在は独立して大手企業を中心に新規事業の創出、新規事業を生み出す社内の仕組み作りに携わり、これまで150社、3000案件、6000人以上の支援をしてきた石川明さんが書いたすごい壁打ちです。皆さんは仕事をするときにどのように進めていらっしゃるでしょうか？上司から担当を任され、業務内容を理解し、論点を整理して資料を作成し、他の関係者のスケジュールを確認し、会議室を予約して対話に臨む、なんていうのが一連の流れではないでしょうか。でも上層部の方から、この資料の内容だと論点が甘いとか、もう少し深掘りした方がいいというご指摘を受けたことはないですか？おそらく多くの方々がこういう経験をしたことがあると思います。確かに一般的な会社ではこのやり方が普通なのかもしれません。しかし、このような進め方よりももっと効率的にかつストレスも抱えにくい仕事のスタイルがあるんですよ。知りたくないですか？皆さんはリクルートという会社は知ってますよね。リクルートは創業60周年を迎えたのですが、今もなお成長し続けてますよね。変化が目まぐるしいこの時代になぜ現在も一流企業の地位を維持できるのでしょうか？実はその秘訣が今回ご紹介する内容なんですよ。その方法とはズバリ壁打ちです。壁打ちといってもスポーツの壁打ちではないんですよ。例えて言うなら言葉の壁打ちですね。著者曰くリクルートの社員は全員がアイデアマンというわけではないんです。でも皆さんが素晴らしい結果を残せてるんです。その秘訣がまさに壁打ちなんですよ。リクルートではこの壁打ちという言葉を普段から使っており、すいません、ちょっと壁打ちに付き合ってくれませんかって感じで仕事をしてるんだそうです。この壁打ち、一体何なんでしょうか？それはズバリ、頭の中で考える、まだまとまっていない考えを相手に話すことなんですよ。そんなことと思った方もいるのではないでしょうか？確かにやっていることは至ってシンプルなんですが、これがすごい効果を生むんですよね。まず壁打ちをするためには自分の曖昧な考えを言葉にしなくてはいけないんですよ。じゃないと相手に伝わりませんからね。この言語化をすることによって自分の内側にあったアイディアとか課題を共有することができるようになるんです。これだけでも自分の気づきになるので効果があるんですが、壁打ちにはもう一つ大きな効果があるんですよ。それが相手からは何かしらの反応が返ってくるということです。その反応はポジティブな時もあればネガティブな時もあるんですね。ネガティブな場合をテニスで例えると、壁から跳ね返ってきたボールが自分の予想とは違う方向に返ってきたようなイメージですね。こんな予想外なこと、テニスだったら嫌かもしれませんが、実際の会話の中ではこのネガティブな反応からアイディアが生まれることがあるんです。どうでしょう？少し壁打ちに興味が湧いてきたでしょうか？それではこれからもう少し詳しく壁打ちについてご説明していきたいと思います。今回もストーリー形式で進めていきたいと思います。登場人物は IT 業界で働く3年目のソータさんです。本日はよろしくお願いいたします。お疲れ様です、ソータさん。なんか顔色が悪いけど大丈夫ですか？実は昨日、企画書の内容について話し合う会議があったんですよ。この日のためにしっかり調査して調べてきたつもりだったんですが、部長から、このアイデアとしては弱いかなって言われてしまって、またやり直しになってしまったんです。それは残念でしたね。事前に誰かに相談をしたんですか？いや、相談するのは課長だと思うんですが、いつも忙しそうな感じで、あまり相談とかしづらいんですよね。なるほど。課長は多くの部下を抱えていますからね。しかしソータさん、相談する相手は何も課長じゃなくてもいいんですよ。ソータさんにはこの前少しだけ壁打ちの話をしましたよね。はい。漠然としている考えを言語化して相手に伝えるって話ですよね。なんとなく効果ありそうですが、ぶっちゃけまだ半信半疑です。やり方もわからないですし。そうですよね。では、今からその壁打ちのメリットと手順を説明していきますね。はい、よろしくお願いいたします。壁打ちっていうのはですね、まだはっきりまとまっていない考えを相手に向かってポンと話してみる、そんなコミュニケーションなんですよ。それって相談とか報告とは違うんですか？相談ってある程度整理して、こういう課題がありますとか、これについてどう思いますかっていうふうにきちんと説明しなきゃって思うじゃないですか。でも壁打ちはその手前なんですよ。もやもやした状態のままで OK なんです。むしろそういう曖昧な段階で話すからこそ意味があるんですよ。でもそんな状況で話したら変な風に終わらないからって不安になります。わかりますよ。
なので、リクルートでは、もやもやした状態の時には、ちょっと壁打ちさせてもらっていいですかって言って相談をするそうなんです。相手も壁打ちって分かってるので、変な風に思われることはないんですよ。そうなんですね。でも普通の会社では壁打ちっていう言葉を知らないですよね。そうですよね。壁打ちという言葉を浸透させるのは難しいと思います。だから、考えがまだまとまってないのですが、会話させていただけませんでしょうかとか、自分の考えが整理できてなくて、できたらお話を聞いてもらえませんかという前提条件を提示した上で話すといいんですよ。なるほど。それであれば壁打ちができますね。私も短所かもしれませんが、ちょっと完璧主義なところがあって、途中で相談するのは苦手なところがあるんです。もしかしたらそれは日本の教育文化が強く影響しているからかもしれませんね。この本でも書いてあるんですけど、日本にはまだ正解主義が根強く残っていて、わからないことは隠すもの、整理できてから話すべきっていう意識が自然と身についちゃってるんですよね。でも今の時代、もう正解なんて誰にもわからないじゃないですか。そんな時こそ必要なのが仮説思考なんですよ。仮説思考。それは、こうかもしれないと思ってたことをとりあえず言ってみるってことですか？そうです。そして壁打ちはまさにその仮説思考を実践する場なんですよ。はっきりしないこと、自信のないこと、もやもやした考え、そういうものをまず言葉にしてみる。で、相手から何かしら返ってくる。その繰り返しで自分の考えが自然と整理されていくんですよ。なんか、ちゃんとまとめてからじゃなくて、話しながら整理していくっていう発想は新鮮ですよね。そうなんですよ。一番怖いのは、分かったふりが組織の中で広がってしまうことなんですね。誰も本音を言わなくなって、気づいたら間違った方向に進んでたってこともあるんです。あ、それちょっと心当たりあるかもしれません。そうなんですね。ここがよくわからないんですって言える空気がある会社の方がずっと健全でいい組織になるんですよ。確かに、入れる空気大事ですよね。僕もまだはっきりしてない段階のことを、ちょっと勇気を出して話してみようかなって思いました。それができたら仕事の質も人との関係もぐーっと良くなりますよ。じゃあ次はどうやってその壁打ちを始めたらいいのか、そのコツを一緒に見ていきましょうか。ステップは全部で7つです。一つ一つは難しくないので安心してください。まず一つ目のステップは相手を選ぶです。ソータさんは相談する相手は課長が適任とおっしゃっておりましたよね。はい、内容もよく知ってるので。普通はそう考えるかもしれませんが、そこはまだあんまり考えなくてもいいんですよ。まずは資料にまとまってなくてもいいので、気軽に肩の力を抜いて話せる人を見つけてみてください。よく相談をしたり、ランチを一緒に食べる方でもいいですよ。そういう方ではいますよ。新入社員の時からよく話しかけてくださる方がいらっしゃいます。年齢は50歳ぐらいだったかな。いいですね。でも本当にこちらの考えてる内容をあまり知らない方でもいいんですか？ちょっと不安だな。壁打ちではそれで OK なんですよ。むしろ知識や経験が豊富すぎる人に相談してしまうと、ついアドバイスをしたり、昔の武勇伝みたいな話を聞くことになってしまって、良い壁にはなってくれないことがあるんです。実は壁打ちはうなずきながら聞いてもらえるだけでも効果があるんですよ。そうなんですね。具体的なアドバイスをしてくれた方がいいと思ってました。一見そうかもしれませんが、アドバイスが多すぎると、ソータさん自身の考えがまとまりにくくなってしまうことがあるんですよ。理想的な壁打ちの相手は、純粋に壁として、ソータさんの言葉を跳ね返してくれる人、そんな方を選んでください。わかりました。二つ目のステップは声をかけるです。ただ声をかければいいんですか？実は壁打ちをする相手に対する声のかけ方には原則があるんですよ。それは壁打ちをすることがお互いの共通認識になっているということです。共通認識ですか？はい。もしもソータさんが話し相手に対して、ちょっといいですかと声をかけたとします。本当は10分ぐらいで終わったのに、気づけばそう何倍も話し込んでたという経験はありませんか？あ、そういう経験はあります。気がついたら話が脱線してしまっていて、相談したかったことはあんまり話せなかったり。実はこうした現象は起きて当たり前なんですよ。なぜなら、どのような目的を持ったコミュニケーションなのかという前提がお互いに共有されてないからなんですね。目的がわからないと相談相手は自分にアドバイスをしてほしいのか、聞いてほしいだけなのかわからないですよね。そして責任感の強い相談相手なら、いいアドバイスをしなくちゃとプレッシャーを与えてしまい、結果的にいい壁打ちにならなくなってしまうんですよ。なるほど。で、どういう声の書き方をしたらいいんでしょうか？はい。例としてこのように言うとおすすめです。今、ちょっと考えていることがあって、まだ自分の中でもうまくまとまってないのですが、少し話を聞いてもらえないでしょうか？特に何かアドバイスをいただきたいわけではなくて、ただ聞いていただけるだけでも助かるんです。
そしてさらに、〇〇さんなら話しやすいと思ってとか、〇〇さんなら聞いてくださるかと思ってといった一言を添えれば、相手も気持ちよく引き受けてくれるはずです。なるほど。とてもいい声の借り方だと思いました。3つ目のステップは話し始めるです。いよいよ話しかけるんですね。ちょっと緊張しちゃうかもな。壁打ちは上手に話そうと気負う必要は全くないんですね。ただ、何を話していいかわからない。何から話せばいいかわからなくなってしまう可能性もありますよね。なので、時系列に沿って話を進めていくのが一番わかりやすい方法です。ただ、正確に話そうとすればするほど話が長くなると相手が疲れてしまう可能性があるので、ポイントを絞って要点を押さえて話すのがベストです。わかりました。4つ目のステップは、相手からの質問や相槌をしっかりと受け止めるです。壁打ちで気をつけたいのは自分ばかりが話してしまうことなんですよ。壁打ちはあくまで一人で話し続けるものではないんですよ。そうなんですね。てっきり壁打ちっていうぐらいだから、一人で話すのかと思ってました。初めに話し始めるときはそうかもしれませんが、話の途中ではテニスのラリーのような対話になることが理想的なんですね。壁打ちを始める前にはこんな順番で話そうとか、ここまで話したいという考えがあるかもしれません。そしていざ壁打ちをしてみると、思いもよらない方向に話が進むことがあります。相手がどのようにリアクションしてくるかわかりませんからね。そうなんです。でも実はそれが壁打ちの醍醐味なんですよ。そんな考えもあるのか、目の前しか見えてなかったけど、冷静になればそういう見方もできるよなという発見があったりするんですよ。どんなリアクションも否定しないことが大切なんですね。5つ目のステップは話題をコントロールするです。壁打ちをしていると、思っていた方向とは全然違くなってしまうこともあります。ある程度はいいんですけど、不用意に広がると雑談と変わらなくなってしまうんですよね。確かに。しかも年配の方に壁打ちをお願いして雑談になってしまうと困りますね。そうですよね。もしもそのように話題が逸れてしまう可能性がある場合は、今日お時間をいただいたのは、という言葉を添えれば自然に話題を切り替えることができます。なるほど。この言葉を使えば相手も、雑談になってたねって気づいてくれますもんね。はい。もしも話をしていて相手の言葉にどうしても納得できないことがあったとします。この時には相手を説得しようとはせず、なぜそう思うのですかと背景や意図を逆に質問して掘り下げるといいですよ。ここから新しい発見があるかもしれません。ブレインストーミングでしたっけ？あのルールでも否定はしないってありましたよね。否定されると相手はもう話してくれなくなりますからね。壁打ちをしていく中でどうしても対話が不快になってきてもうダメだと思ったら無理に壁打ちを続ける必要はありません。適度なところで区切りをつけてまた別の機会に別の人と壁打ちをしてみてください。わかりました。壁打ちでストレスが溜まってしまうのは避けたいですもんね。6つ目のステップは壁打ちを終えるです。1回の壁打ちはそこまで長く行わない方がいいんですよ。むしろ回数を重ねることが効果的です。機会を分けることで毎回新しい視点が生まれやすくなるんですよ。具体的にはどのタイミングで終わらせればいいんでしょうか？そこは状況にもよりますが、話した感覚的に話したいことが話せて相手のリアクションを確認できたくらいのところで済ませていいと思います。またその際に必ずお礼を言うことを忘れないようにしてくださいね。壁打ちをしてもらった相手は自分がちゃんとアドバイスをできたのかなと不安になる方もいらっしゃいます。なので心からお礼を言うようにしてください。できればお礼に終わらず、あなたこんな風になったんですよといった簡単な報告を添えて、この前はお時間を取っていただきありがとうございましたと言えればパーフェクトですね。確かにお礼を言われると壁打ちのアイデアになってよかったな。また壁打ちの機会があったらしっかり聞いてあげたいなと思いますもんね。まさにそれができれば壁打ちのサイクルが生まれそうですね。7つ目のステップはリフレクションです。せっかく有効な壁打ちができても、後で忘れてしまうのはもったいないですよね。なので壁打ちを終えて一人になった時に振り返りをして気づきをメモしてください。メモは壁打ち中にしてもいいんでしょうか？いえ、著者曰く壁打ち中で詳細なメモを取るのはお勧めしてないそうです。壁打ちにおいて大切なのは対話のリズムなんですよ。メモを取られると壁側の相手が緊張したり、対話のタイミングがずれてしまうことで言いたいことが言えなくなってしまうことも考えられます。なるほど、そうなんですね。壁打ちの後の振り返りは議事録などの丁寧なものとして残す必要はないんですよ。その時に頭に残っている相手の印象や言葉や今の気持ち、この後やろうと思うこと、頭に浮かんでいるキーワードなどを残しておくだけでもいいんです。ただし、これも壁打ちのルールというわけではないので、壁打ちを繰り返す中で自分なりのルールを作っていくことがベストですね。わかりました。ステップとしてはこれで以上です。ありがとうございました。壁打ちのステップは理解できました。まずは壁打ちの相手を探してやっています。はい、壁打ちで実りのある対話ができるといいですね。
田代さん、ちょっといいですか？お、どうした？今、ちょっと考えてることがあって、まだ自分の中でもうまくまとまってないんですけど、少し話を聞いてもらえないでしょうか？特に何かアドバイスをいただきたいわけではなくて、ただ聞いていただけるだけでも助かるんです。5分ぐらいで大丈夫ですので。お、いいぞ。話してみ。はい。実は今、販売管理システムの開始案を考えているんですけど、どうもうまく企画がまとまらなくて、なるほど。で、それはどの辺に詰まってるんだ？営業部から現場での入力が多すぎて使いにくいっていう声があって、それを何とかしようと考えてるんです。ただ、耳の項目を減らすと、今度は経理や物流が情報が足りなくなるって言ってきて、ああ、それはありがちなことなんだな。現場の使いやすさと管理側の精度。どっちも正しいんだよな。はい。だから、どっちを優先しても誰かが不満になる感じで、自分としては営業がこれは使いたいと思えるようにしたいんですけど、それだけで決めていいのか迷っていて。そうか。お前の中で今回の回収の目的って何だと思ってる？最終的には現場でちゃんと使われることが一番大事だと思ってます。使われなかったら精度の高い情報も結局集まらないですし、うん、いい着眼点だと思うぞ。システムっていうのは使われてなんぼだからな。そうですよね。まずは現場の視点に立ってもう一度整理してみようと思います。お時間いただいて本当にありがとうございました。企画が進みましたら、私に曲をお伝えしたいと思います。お、頑張れよ。また困ったらいつでも相談してきていいぞ。はい、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。